月曜日の朝、りょうはいつも通り家を出た。駅までの道を、りょうはもう5年近く歩いている。会社に着くと、りょうはいつものように自分の机に座った。机の上に小さく折りたたまれた紙が置いてあった。りょうは首をかしげながら、その紙を手に取った。誰かの忘れ物かと思い、りょうは紙を開いてみた。そこには短いメッセージが書かれていた。今日はコーヒーじゃなくて紅茶にしてみたら？りょうは思わず周りを見回した。誰もこちらを気にしている様子はなかった。実は、りょうは最近コーヒーをやめようかと悩んでいた。でも、そのことは誰にも話していなかったはずだった。りょうは、その紙をもう一度読み直した。筆跡には全く見覚えがなかった。変ないたずらだろう、と、りょうは自分に言い聞かせた。りょうは、その紙をポケットに入れて、仕事を始めた。でも、頭の片隅で、そのメッセージのことが、ずっと気になっていた。昼休み、りょうは同僚の田村に、そのことを話してみた。誰かの落とし物じゃない？と、田村は軽く笑った。りょうも、そうかもしれないと思い、あまり気にしないことにした。その日の夜、りょうは自分の部屋でパソコンに向かっていた。メールをチェックしていると、見慣れないアドレスから一通のメールが届いていた。差出人の名前は空欄になっていた。りょうは少し不安になりながら、そのメールを開いた。今日は紅茶にしなかったんだね。まあ、いいよ。りょうの背筋に冷たいものが走った。今朝、コーヒーをやめようか迷ったが、結局、いつも通りコーヒーを飲んでいた。そのことを誰かが見ていたとしか思えなかった。りょうは、急いで部屋のカーテンを閉めた。でも、外に誰かいる気配は全くなかった。りょうはメールの送信者を調べようとしたが、何も手がかりが見つからなかった。その夜、りょうはなかなか眠れなかった。翌朝、りょうは少し早く家を出た。いつもと違う道を通って、駅まで歩いてみた。それでも、誰かに見られているような感覚が
消えなかった。会社に着くと、亮は真っ先に自分の机を確認した。今日は、紙は置かれていなかった。少しほっとしたが、その安心は長く続かなかった。昼過ぎ、亮のスマホに知らない番号からメッセージが届いた。今日はいつもと違う道を通ったね。理由を聞いてもいい？亮はスマホを持つ手が震えるのを感じた。これはただのいたずらでは説明がつかなかった。相手は亮の行動をすぐ近くで見ているとしか思えなかった。でも、周りを見ても怪しい人は誰も見当たらなかった。亮はそのメッセージをしばらくじっと見つめていた。送り主は一体誰なのか。なぜ自分のことをこんなに詳しく知っているのか。亮の頭の中は疑問でいっぱいになった。その日の帰り道、亮は何度も後ろを振り返った。でも、誰かがついてきている様子はなかった。家に着いて、亮はドアに鍵を二重にかけた。それでも、心の中の不安は消えなかった。スマホの画面には、まだ、あのメッセージが残っていた。理由を聞いてもいい？という一文が、頭から離れなかった。亮は、この謎を自分で解かなければならないと感じ始めた。次の日から、亮のもとには、ほぼ毎日、何かしらのメッセージが届くようになった。時には手紙、時にはメール、時にはスマホのメッセージだった。内容はいつも、亮のその日の行動に関することだった。今日、傘を忘れたね。風邪ひかないといいけど。実際に、その日、亮は傘を忘れて、雨に濡れて帰っていた。久しぶりに、あのラーメン屋に行ったんだね。それも、亮が3年ぶりに訪れた店だった。亮は、だんだん、外を歩くのが怖くなってきた。誰かに、常に見られている気がしてならなかった。ある日届いたメッセージには、こう書かれていた。左手首の傷、まだ残ってるんだね。亮は、思わず、自分の左手首を見た。そこには、小学生の頃にできた、小さな傷があった。その傷のことを知っている人は、家族以外、
ほとんどいないはずだった。妙は恐怖で体が動かなくなりそうだった。これは単なるストーカーとは少し違う気がした。相手は妙の子供の頃のことまで知っているようだった。妙は会社の同僚を一人ずつ思い浮かべてみた。誰か自分の昔のことを知っている人がいるだろうか。でも、心当たりのある人は誰も思いつかなかった。亮は思い切って会社の先輩の中村に相談してみた。それ、ちょっと怖いね。警察に相談した方がいいんじゃない？中村は真剣な顔でそう言った。妙もその通りだと思ったが、まだ決心がつかなかった。内容が脅すようなものではなく、むしろ優しい言葉が多かったからだ。亮は少し迷いながらも、警察に行かないことを選んだ。その代わり、自分でもいろいろ調べてみることにした。まず、アパートの前の防犯カメラの映像を確認してもらった。でも、不審な人物は映っていなかった。次に、会社の入り口の防犯カメラも確認してもらった。そこにも、怪しい人物は見当たらなかった。亮は、だんだん誰を信じればいいのか、わからなくなってきた。会社の同僚たちの顔を見るたびに、この人かもしれないと考えてしまった。特に、最近入社した後輩の中に、少し気になる人がいた。その後輩はいつも亮のことをじっと見ているように感じられた。亮はその後輩にそれとなく話しかけてみることにした。最近忙しいと亮は軽く声をかけた。はい、少しと後輩は普通に答えた。特に怪しい様子は見られなかった。亮は少し拍子抜けしたような気持ちになった。その夜、また新しいメッセージが届いた。今日、後輩くんに話しかけてたね。優しいね。亮は全身から血の気が引くのを感じた。会社での出来事まで知られているとは思わなかった。これは会社の中に相手がいるということなのだろうか。それともどこか離れた場所から見ているのだろうか。亮は恐怖と同時に強い疑問を感じ始めた。
なぜこの人はこんなことをするのだろう。何が目的なのだろう。リョウはその夜届いたメッセージを何度も読み返した。文章にはどこか懐かしさのようなものが感じられた。まるで古い友人と話しているような、そんな雰囲気があった。リョウはふとあることに気づいた。メッセージの言葉遣いがどこか昔の誰かに似ている気がした。でも、それが誰なのか、はっきりとは思い出せなかった。リョウは記憶の奥を必死に探ってみた。何かが思い出せそうで思い出せなかった。その夜、リョウは昔のアルバムを久しぶりに取り出してみた。アルバムの中には小学生の頃の写真がたくさん残っていた。リョウは一枚一枚ゆっくりとページをめくっていった。その中に一枚の写真がリョウの目にとどまった。写真にはリョウともう一人の子供が笑って写っていた。その子の名前がどうしても思い出せなかった。写真の裏には小さく夏美トットだけ書かれていた。夏美という名前に、リョウはかすかな記憶を感じた。でも、その顔も、詳しい思い出も、はっきりとは浮かんでこなかった。リョウは、しばらく、その写真を見つめ続けた。何か、大切なことを、忘れているような気がした。翌日、リョウは、実家の母に電話をかけてみた。夏美っていう子、覚えてると、リョウは尋ねた。母は、少し考えてから、はあ、隣の家の子ね、と答えた。小学校の途中で、引っ越しちゃった子でしょう。リョウの心臓が、少し早く動いた。引っ越した後、連絡は取ってないのと、リョウは聞いた。さあ、どうだったかしらね、と、母は曖昧に答えた。電話を切った後も、リョウの頭の中では、夏美のことが離れなかった。なぜ急にその名前が気になり始めたのだろう。リョウはもう一度届いたメッセージをすべて読み返してみた。一つ一つの言葉に共通する何かがある気がした。それはまるで昔からの友人が心配しているような言葉だった。もしかしてと、
りょうの中で一つの考えが浮かび始めた。でも、まさかそんなはずはないと、りょうは首を振った。その夜、また、新しいメッセージが届いた。小さい頃、一緒に迷子の猫を助けたの、覚えてる？その瞬間、りょうの記憶の奥から、ある光景が、蘇ってきた。小学生の頃、近所の公園で、一匹の子猫を見つけたことがあった。その子猫を、隣の家の女の子と一緒に、家まで運んだ記憶があった。その女の子の名前が、まさに、夏美だった。りょうの手が、スマホを持ったまま、小さく震えた。これは、偶然では、説明がつかなかった。メッセージを送っているのは、本当に、夏美なのだろうか。でも、夏美は、もう何年も前に、引っ越してしまったはずだった。それに、当時の連絡先も、今では、全くわからなかった。りょうは、夏美のことを、もっと詳しく知りたいと思った。昔の友人たちに、片っ端から連絡を取ってみることにした。何人かに聞いてみたが、はっきりしたことは誰もわからなかった。ただ一人、幼馴染の坂本だけが少し覚えていた。夏美ちゃんなら、去年、駅の近くで見かけた気がするよ。その一言に、りょうは大きく心を動かされた。夏美は、もしかしたら、この町に戻ってきているのかもしれない。りょうは、坂本にもっと詳しい話を聞いてみた。でも、坂本も、それ以上のことは知らないようだった。りょうは、自分で夏美を探してみることにした。まずは、駅の周辺を少しずつ歩いてみることにした。でも、何日探しても、夏美らしき人は見つからなかった。りょうは少しずつ焦りを感じ始めた。このまま夏美に会えないのではないかと不安になった。その夜届いたメッセージにはこう書かれていた。探してくれてるの気づいてるよ。ありがとう。りょうは驚いて思わずスマホを落としそうになった。やはり相手はりょうの行動をすぐ近くで見ているようだった。もしかして夏美なのと、りょうは思い切って返信してみた。
しばらくの間、返事は来なかった。りょうは、スマホの画面をじっと見つめ続けた。10分ほど経った頃、ようやく返事が届いた。久しぶり、ようくん。その短い一文に、りょうの目には自然と涙が滲んできた。でも、なぜ、夏美は、今まで直接会いに来なかったのだろう。りょうは、震える指で、返信を打った。会いたい。今どこにいるの？しばらく間があってから、返事が届いた。まだ、ちょっと勇気が出ないんだ。ごめんね。りょうは、その言葉に、少し戸惑った。なぜ、夏美は、会うことを、ためらっているのだろう。りょうは、もう一度、メッセージを送ってみた。どうして、直接会いに来てくれないの？今度は、返事が来るまで、少し時間がかかった。りゅうくんが、私のことを、覚えてないんじゃないかって、怖かったの。その一文を読んで、りょうは、胸が締め付けられるような気持ちになった。さっき写真を見て思い出したんだ。迷子の猫のことも。りょうは正直な気持ちをそのまま伝えた。少しして、夏美からまた返事が届いた。本当に覚えててくれて嬉しい。その言葉には、どこか安心したような響きがあった。りょうは夏美にこれまでのことを詳しく聞いてみることにした。なんで急に引っ越しちゃったの？と、りょうは尋ねた。夏美からの返事は少し長かった。父の仕事の都合で、急に遠くの町に引っ越すことになったの。あの時、ちゃんとお別れも言えなくて、ずっと心残りだった。りょうの記憶にも、確かに、夏美が急にいなくなった日のことがあった。学校に行くと、夏美の机だけが空っぽになっていた。あの時は、まだ子供で、何が起きたのか、よくわからなかった。ずっと、りょうくんのこと、気になってたんだ、と、夏美は続けた。でも、連絡先もわからなくなっちゃって、諦めてた。去年、この町に戻ってきたら、偶然、りょうくんを見かけたの。夏美は、駅前で、りょうの姿を見かけたのだと説明した。
声をかけようと思ったけど、どうしても勇気が出なかった。だから、少しずつメッセージで様子を伝えることにしたの。リオは、その説明を聞いて、これまでの不安が少しずつ和らいでいった。でも、まだ一つだけ気になることがあった。でも、どうやって僕の行動があんなに詳しくわかったの？リョウは率直にその疑問を夏美にぶつけてみた。夏美からの返事には少し照れくさそうな様子が感じられた。実は、りょうくんの会社の近くに私も引っ越してきたの。毎朝同じ時間に駅から会社まで歩いてたんだよ。りょうは驚いて思わず声を上げそうになった。じゃあずっと近くにいたってこと？うん。声をかける勇気が出るまで少しずつ近づこうと思ってた。りょうはこの数週間の恐怖が少しずつ違う感情に変わっていくのを感じた。怖さの中に懐かしさと嬉しさが混ざり始めていた。今度こそちゃんと会いたいと、りょうははっきりと伝えた。夏美からの返事は少し時間がかかった。本当にいいの？私変なことばかりして困らせちゃったのに。大丈夫。ちゃんと話がしたいと、りょうは優しく答えた。しばらくして、夏美からある提案が届いた。今週の土曜日、駅前の公園で会わない？りょうは迷わず、うん、行くよと返信した。約束の日まで、りょうはそわそわとした気持ちで過ごした。会社では何度も仕事に集中できなくなった。中村や田村には最近様子が変だねとからかわれた。りょうは本当のことを話すか少し迷ったが、まだ黙っておくことにした。土曜日が近づくにつれて、りょうの心臓は少しずつ早く動くようになった。10年以上も会っていない幼馴染との再会。りょうは夏美がどんな大人になっているのか想像してみた。同時に少しの不安も消えなかった。本当にあの頃と同じように話ができるのだろうか。そんなことを考えながら、りょうは約束の日を待ち続けた。
そして、ついに、土曜日の朝が、やってきた。土曜日の朝、りょうはいつもより早く目を覚ました。天気は気持ちのいい秋晴れだった。りょうは何を着ていくか、いつも以上に悩んでしまった。結局、いつも通りのシンプルな服を選んだ。約束の時間は午後2時だった。りょうは待ちきれず、1時間も前に家を出た。駅前までの道を歩きながら、りょうは昔のことを何度も思い出していた。夏美と一緒に遊んだ公園、一緒に見た夕焼け、一緒に助けた子猫。どれも少しずつ色鮮やかに記憶の中に蘇ってきた。駅前の公園に着くと、りょうはベンチの近くに立って周りを見回した。まだ夏美の姿は見当たらなかった。りょうは少し早く着きすぎたことに気づいた。公園には家族連れや犬の散歩をする人たちの姿があった。りょうはベンチに座って静かにその時を待つことにした。時計を見るたびに時間の進み方がいつもより遅く感じられた。2時が近づくにつれて、りょうの心臓はどんどん早く動き始めた。スマホを何度も確認したが、新しいメッセージは届いていなかった。本当に来てくれるのだろうかと、りょうは少し不安になった。2時ちょうどに、りょうのスマホが小さく震えた。夏美からのメッセージだった。今、公園の入り口にいるよ。りょうは急いで立ち上がり、入り口の方を見た。そこには一人の女性が少し緊張した様子で立っていた。りょうはその顔を見た瞬間、時間が止まったような気がした。面影は確かにあの頃の夏美のままだった。でも、大人になった今の姿は、どこか別人のようにも見えた。りょうは、ゆっくりと、その女性に近づいていった。夏美も、りょうに気づいて、少しずつ、こちらに歩いてきた。二人の距離が、少しずつ、縮まっていった。目の前まで来ると、夏美は少し照れたような笑顔を見せた。久しぶり、りょうくんと、夏美は小さな声で言った。久しぶり、
本当に、夏美なんだ、と、みょうも、震える声で答えた。二人は、しばらくの間、何も言えず、ただ、見つめ合っていた。ずっと、謝りたいことがあったのと、夏美が、先に口を開いた。怖がらせるつもりは、なかったんだけど。りょうは、首を横に振って、大丈夫だよ、と、優しく答えた。でも、正直に言うと、最初は、本当に怖かった。りょうは、正直な気持ちを、そのまま伝えた。夏美は、申し訳なさそうに、少しうつむいた。でも、今はと、りょうは、続けていった。今は、夏美に会えて、本当に嬉しい。その言葉に、夏美の表情が、パッと明るくなった。二人は、公園のベンチに、並んで座った。それから、たくさんの話をした。引っ越してからの10年間、それぞれが、どう過ごしてきたか。夏美は、あの日、突然の引っ越しに、ずっと後悔していたと話した。ちゃんとお別れも言えないまま、離れてしまったから。ずっと、りょうくんに、謝りたかったんだ。りょうは、夏美の話を、静かに、最後まで聞いた。謝ることなんて、何もないよ、と、りょうは、はっきりと言った。それより、また会えたことが、一番嬉しい。夏美は、その言葉に、目に涙を浮かべた。秋の風が、二人の間を、静かに通り抜けていった。公園の木々が、優しい音を立てて、揺れていた。二人は、その時間を、いつまでも、大切にしたいと思った。実は、ずっと、これを持ってたの、と、夏美は、カバンから何かを取り出した。それは、小さな貝殻のキーホルダーだった。りょうは、それを見て、思わず、声を上げた。これ、覚えてる。二人で、海に行った時に拾ったやつだ。うん。ずっと、大事に持ってたんだ、と、夏美は、優しく微笑んだ。りょうは、その貝殻を見つめながら、あの日の記憶を鮮明に思い出した。家族旅行で行った海で、二人で貝殻を拾い集めた夏の日。これがあったから、りょうくんのことを忘れられなかったんだと思う。
夏美は少し照れくさそうにそう言った。龍はその言葉に胸が温かくなるのを感じた。メッセージのことだけど、と、龍は話を続けた。怖かったけど、今思うと、なんだか嬉しかった部分もあるよ。本当と、夏美は驚いたように、龍の顔を見た。うん。誰かが自分のことをずっと見ていてくれたってわかったから。夏美はその言葉に少し涙ぐみながらうなずいた。本当はもっと早く声をかけたかったんだけどね。でも忘れられてたらどうしようってずっと怖かった。妙は夏美の気持ちを初めてはっきりと理解した気がした。これからはちゃんと直接話そうよと、妙は笑って言った。うん、約束すると、夏美も笑顔で答えた。二人はその後も公園でたくさんの話を続けた。学生時代の思い出、それぞれの今の生活、これからのこと。話は尽きることなく、気づけば空が少しずつオレンジ色に染まり始めていた。もうこんな時間だね、と夏美が空を見上げていった。また会えると、妙は少し緊張しながら尋ねた。うん、もちろんと、夏美ははっきりと答えた。今度はメッセージじゃなくて、ちゃんと直接連絡するね。二人はお互いの連絡先を改めて交換した。今日は本当にありがとうと、夏美は深く頭を下げた。怖がらせてごめんね。妙は首を横に振って、もう気にしてないよと答えた。それより、これからまたいろいろ話せるのが楽しみだよ。夏美はその言葉に心から嬉しそうな表情を見せた。公園を出る頃には、二人の間の緊張はすっかりなくなっていた。まるで10年間のブランクなどなかったかのような自然な会話が続いた。駅までの道を二人はゆっくりと並んで歩いた。そういえばと、亮はふと思い出したように言った。あの猫、あのとどうなったか覚えてる？もちろん、近所のおばあさんが飼ってくれたんだよね。
二人は、その思い出話に、久しぶりに声を出して笑った。駅に着くと、二人はそれぞれの電車に乗るために別れることになった。じゃあ、また連絡するね、と、夏美は手を振った。うん、またね、と、亮も笑顔で手を振り返した。電車に乗り込むと、亮は窓の外を静かに見つめた。数週間前まで感じていた恐怖は、もうどこにもなかった。代わりに、心の中には、温かい気持ちが静かに広がっていた。亮は、ポケットの中の、あの最初の手紙のことを、ふと思い出した。今日は、コーヒーじゃなくて紅茶にしてみたら？あの一言から、すべてが、始まっていた。今思えば、あの手紙は、恐怖の始まりではなく、再会への一歩だったのだ。亮は、そっと、その手紙を、カバンの奥にしまった。これからも、大切に、取っておこうと思った。電車が、少しずつ、駅を離れていった。窓の外の景色が、夕日に照らされて、オレンジ色に輝いていた。亮は、その景色を見ながら、静かに目を通した。10年越しの謎が、こんなに温かい形で解けるとは思わなかった。亮の心の中には、これからの日々への小さな期待が芽生えていた。夏美との新しい関係が、これからどう続いていくのか。その答えは、まだ誰にもわからなかった。でも、亮は、その未来を少しも怖いとは思わなかった。それから数週間が経った。亮と夏美は週に一度は必ず連絡を取り合うようになった。時々仕事帰りに一緒に食事をすることもあった。あの時は本当に怖かったよと、亮は笑いながら言った。ごめんね。何度もと、夏美も笑いながら謝った。二人の間には、もう、あの頃のような気まずさはなかった。むしろ、10年分の話を少しずつ埋めていくような時間だった。ある日、亮は会社の中村にこれまでのことを正直に話した。え、それって結局いい話だったんだね、と中村は笑って言った。最初は
本当に怖い話かと思ったのに。りょうも思い出しながら、僕もそう思ってたと笑って答えた。田村にもこの話をすると、今度みんなで会おうよと誘われた。りょうはその提案を夏美に伝えてみた。うん、ぜひと夏美も嬉しそうに答えた。少しずつりょうの周りの人間関係も新しく広がっていった。あの奇妙なメッセージから始まった日々は、今では大切な思い出になっていた。りょうは時々あの最初の手紙をカバンから取り出して読み返すことがあった。今日はコーヒーじゃなくて紅茶にしてみたら？その一文を読むたびに、りょうは少し懐かしい気持ちになった。今では、りょうは朝紅茶を飲むことも増えていた。そういえば、最近紅茶ばっかりだね、と、夏美がある日指摘した。うん。なんとなく、あの手紙のことを思い出してね、と、りょうは笑って答えた。夏美は、その言葉に嬉しそうに目を細めた。二人は、時々、あの公園にも一緒に足を運ぶようになった。ベンチに座って昔話をしたり、これからのことを話したりした。もし、あの日、勇気を出さなかったら、と、夏美が、ふと言った。私たち、きっと、二度と会えなかったよね。りょうは、その言葉に、深くうなずいた。だから、勇気を出してくれて、本当によかった。夏美は、その言葉に、少し照れくさそうに、微笑んだ。秋が深まり、公園の木々も、少しずつ、色を変えていった。りょうと夏美の関係も、季節とともに、ゆっくりと深まっていった。二人が、この先、どんな関係になっていくのかは、まだ、わからない。友人として、それとも、もっと特別な関係として。でも、二人にとって、それは、もう、怖いことではなかった。10年の時を超えて、再びつながった、この不思議な縁。それは、これからも、少しずつ、育っていくはずだった。りょうは、今でも、あの最初の手紙を、大切に、机の引き出しにしまっている。恐怖から始まった物語が、こんなに温かい結末を迎えるとは、思ってもいなかった。
名前を知っているはずのない、あの人からの手紙。その正体は、実は、誰よりも、亮のことを知っている人だった。そして、その人は、ずっと、亮のことを、大切に思い続けていたのだった。今日も、亮と夏美は、駅前のカフェで、静かに、時間を過ごしている。窓の外には、秋の柔らかい光が、優しく差し込んでいた。二人の間には、穏やかな沈黙と、確かな安心感が、流れていた。これからも、よろしくね、と、夏美が、静かに言った。うん、こちらこそと、亮も、温かい笑顔で答えた。10年前に途切れた物語が、今新しく、続きを歩み始めていた。その先に、どんな未来が待っているのか、誰にもわからない。でも、きっと、悪くない未来だろうと、亮は、そう思っていた。皆さんにも、大切な人との再会が、いつか訪れますように。最後まで見てくださって、ありがとうございました。またお会いしましょう。